This video records the daily life of the Nikujiga couple and baby Goma.こんにちは、肉じゃが夫婦のナレーターを務めます、ずんだもんです。早いもので、ごまちゃんが生まれてから3ヶ月が経とうとしています。今日に至るまで、様々な育児方法や保育士さんの動画を見て参考にしてきました。しかし、主に女性視点での育児動画が多く、男性視点やパパの思いを発信している育児動画が少ないと感じました。育休中のジャガですが、他のパパさんたちがどんな考えでどう育児しているのかが気になっています。そこでニクとも相談してジャガ視点での育児についてまとめた動画を発信することにしました。ジャガがどう考えてどう行動したか、育児で男性ができることは何かをまとめた動画となります。パパ育休制度が整った令和の時代に、この動画がこれから育児される方、育児中の方の参考になれば嬉しいです。ここからは僕ではなくジャガの肉声でお届けしたいと思います。それではジャガ、よろしくなのだ。肉じゃが夫婦。皆さんこんにちは。肉じゃが夫婦のジャガです。現在育休を取得中で、第一子で男の子のゴマちゃんを育てている新米パパです。今年の1月にゴマちゃんが誕生してから、妻のニクと育児をして2ヶ月以上が経ちまして、ようやく育児にも慣れてきました。これまでに私も多くの育児動画を参考にして育児をしてきました。ただ、ママさん視点の動画が多く、パパさんたちが育児に奮闘している絵はよく見かけるのですが、パパさんがどのような思いで育児をしているのか、実際に育休を取得してどうだったのかをまとめている動画が少ないと感じました。この動画では、私自身が今日までに育児を経験して、育児に対する考えをまとめたものになります。他のパパさんやこれからパパになる方に、こんな考えで育児をしている人もいるんだといった何かしらの励みになれば嬉しいです。育児の具体的なやり方については他の動画で解説していますので、よかったらこちらも合わせてご覧ください。この動画では私自身の育児に対する考えについて2つお話しします。1つは育休の取得期間について、もう1つはパパとしてできることになります。私の育休期間ですが、今年1月から12月まで、つまり1年間育休を取得しました。理由は後で詳しく話しますが、ニクとよく相談して決めました。私の会社や友人に聞いても、育休を取得したという人は少なく、取ったとしても数ヶ月という方がほとんどでした。私の同期で数ヶ月育休を取得した人がいるのですが、1年間取得すると言ったら、マジでって驚かれました。一番心配されたのは、やはりお金の面ですね。とにかく金が飛ぶぞっていうのはよく言われました。ベビーカー、抱っこ紐、チャイルドシート、子供服、おむつ、防虫袋、ベビーオイルなどなど、成長したらおもちゃやら教育費やらでとにかく金がかかると、もはや脅しですね。お金については将来のために地道に貯金していて、生活防衛資金としては1年間働かなくてもなんとかなるくらいの貯金があります。万が一不足しそうなら親にサポートしてもらう気持ちでいました。育休中は妻も含め多少のお金はもらえますし、お金に関しては特に心配していませんでした。なので、ニクと一緒にどうやって出産育児を乗り越えていくかにフォーカスしました。妊娠が発覚したのは去年の5月で、出産予定が今年の1月というスケジュールでした。妊娠発覚時に育休をどれくらい取得するかをニクと相談しました。私たち肉じゃが夫婦は共働きで、2人とも仕事を辞める気がなかったので、ごまちゃんを保育園に入れる前提で話を進めました。最短で保育園に入れるとなると今年の4月ですが、生まれて3ヶ月後で保育園に馴染むのかと、不慣れな育児中に保育園を探すのは難しいと判断しました。半年後に途中入園も考えましたが、3ヶ月で育児に慣れ始めてから捕獲開始というスケジュールになり、ごまちゃんとゆっくり触れ合う時間ができません。ニクの会社では延長申請前の育休取得可能期間は最大1年だったので、なら1年取得してごまちゃんとの時間をしっかり確保することにしました。来年1月入園で捕獲をして、
ダメなら延長するという方針にしました。妊娠が発覚した5月に上司と相談しまして、特に反対されることなく1年取得を了承いただきました。もちろん仕事の引き継ぎはしっかり行ってきました。スキルが身につかなくなるという意見もありますが、スキルよりも子供と触れ合う時間を優先しました。スキルはいつでも身につけられますが、子供と触れ合える時間は限られていますからね。ちなみにお金の心配をしてくれた同期ですが、後日奥さんから本当は1年取って欲しかったと言われたそうです。もちろんそれぞれの家庭の事情によりますが、取れるならパパもしっかり取って育児に積極的に参加してほしいと思います。今年1月にごまちゃんが無事に生まれてひとまずほっとしましたが、ごまちゃんが家に来てから最初の数週間は寝不足な日が続きました。ただ、これから説明する4つの考えを持つことで、特に体調を崩さず精神的にも病まずに済みました。育児をするにあたってパパとして肝に銘じていたことはこちらです。1、家事はすべて実施する。2、両親を頼る。3、赤ちゃんは泣いて当たり前。4、妻と共倒れは何としても避ける。今となってはごまちゃんが順調に育って肉が落ち着いて育児をしているのを見て、この考え方で間違っていないと確信しています。順番に解説していきます。育児中は赤ちゃんにつきっきりになりがちですが、私たちの面倒も私たちで見ないといけません。特にママは出産後のダメージでオロが出るわ、赤ちゃんにミルクで栄養を吸い取られるわ、ギャン泣きされて悲しい気持ちになるわで、肉体的にも精神的にもボロボロになっています。例えるなら、気持ち悪くて横になりたいけど、お腹が空いている上に騒音が気になって寝られないような状況です。そんな体調で料理や洗濯をしないといけない。時間がないからカップ麺で済ませてしまって栄養が偏る。その結果育児に集中できない。赤ちゃんもそれを察して余計に泣く。ママ休めない。となって悪循環です。産後のママは体が不安定なことから家事など体を動かすことを避けるのが一般的です。肉がごまちゃんの育児に専念してもらうのがベストと考え、それ以外の仕事は全て自分がやるという心持ちで臨み、最初の1ヶ月は私がほぼ全ての家事をしていました。私たち肉じゃが夫婦は家事の分担をきっちり分けていません。肉が料理する時もあれば、私が料理することもあり、掃除洗濯も一緒です。仮にどちらかが倒れたとしても、家事を遂行できるように、一通りの家事スキルはお互いに身につけるようにしています。パパになる方、そうでない方もリスクヘッジとして一通りの家事スキルは身につけておくことを推奨します。初めてのことはもちろん抵抗はありますが、スキルが身につくことは新しい発見もあってすごく楽しいと私は感じます。私は肉の両親は車で2時間あれば行けるほどの距離だったので、最初の1ヶ月は数日に1回ほどの頻度で来てもらっていました。最初は夜泣きでほとんど寝れない日が続いていて、両親にはごまちゃんの世話や家事を代行してもらい、その間は仮眠を取らせてもらいました。これは非常に助かりました。中には両親に任せずに自分たちで責任を持ってやるべきと考える方もいらっしゃるかもしれません。肉もどちらかというと人に任せるのが苦手なタイプで、親が来るたびに毎度申し訳ないと言っていました。僕も昔はそんなタイプでしたが、最近になって大変なことはお金払ってでも任せるようにしています。そうやって自由な時間を作った方が得策です。しかも両親はごまちゃんの顔を見ることが何よりの報酬となっているので、あまり良くない表現ですが、ただで自由時間が手に入るわけです。もし両親に頼れない状況であれば、知人にお願いしたり、ヘルパーさんを雇うなどの選択肢が考えられると思います。その方策を考える余裕は産休中のママさんにはないと思った方がいいです。育児から一時的に離れる時間は絶対に必要になるので、そのための方策は考えておきましょう。赤ちゃんはどうして泣くのでしょうか？おむつが不快だから？暑い寒いから？寂しいから？いろいろ考えられると思いますが、いくら理由を考えて対策を講じたとしても、赤ちゃんが泣き止まないことは多々あります。肉は最初の頃、出産後のダメージもあって精神的に不安定な状態で、どうして泣くのとすごく悲しい気持ちになることが2回ありました。赤ちゃんって泣いてほしくない時に限って泣いたりするんですよね。けど何が原因で泣いてるかって本当にわからないんです。いやいや、ミルク飲ませたら泣き止んだからお腹空いてたんだよ。こう思う方もいらっしゃるかもしれません。けれども、ミルクの時に抱っこしたから落ち着いたのかもしれませんし、赤ちゃんが実はこういう理由で泣いてたって言ってくれたら確実ですが、そんなこと言ってくれませんよね。となると、親にできることって原因を推測してやるだけのことやって、それでも泣いたら放置して赤ちゃんが自分で解決するのを信じて待つしかありません。
その思いがあったので、僕はごまちゃんが泣いても自分ができることをやったら、あとは自分で解決してね、というスタンスでした。赤ちゃんは泣いて当たり前、やることやってダメならあとは放置。最初の頃はこれをニクに言い聞かせていました。赤ちゃんには人類が長年培ってきた生存本能 DNA がしっかり刻み込まれているので、放置してもなんとかなります。今でもごまちゃんは黄昏泣きがありますが、いっぱい泣いた後はぐっすり寝ていて夜泣きはありません。おかげさまで夜はニクも私もぐっすり寝ています。今まで述べてきた3項目は結局のところ、これを実現するための手段になります。万が一、妻が倒れたら、いわゆるワンオペをしないといけなくなります。ワンオペや育児に慣れてきたらなんとかできるかもしれませんが、最初の頃だったら間違いなく私も体調を崩して共倒れになります。親もずっといるわけにはいかないので、赤ちゃんの面倒を誰も見れなくなります。そうならないように互いに健康体でなければいけません。重要なのは食事と睡眠です。特に睡眠時間の確保は最優先事項として行動しました。両親の力も借りつつ、家事をすべて実施し、精神的なサポートをすることで、とにかく妻には睡眠をとってもらうように心がけました。睡眠がしっかりとれれば、精神的にも余裕ができて、育児において冷静な判断もできます。食事は鍋物がおすすめです。野菜と肉と汁をぶっ込んで煮立たせればすぐにできるので、調理時間を短縮でき、翌朝も雑炊にできるので、バランスよく栄養を摂取できてコスパもいいです。結局のところ、いかに自分の時間を確保できるかが、育児を問題なく遂行するための鍵だと思います。そのためにお金をかけたり、家事スキルを磨いたり、頼れる人に頼ることで時間を確保した結果、妻も余裕を持って育児に臨み、私もこのように動画を作れる余裕ができたのだと思います。ごまちゃんの成長は他の動画でも公開していますが、予算師訪問で予算師さんから火のつけようがないと花丸をいただきました。以上が私の育児に対する考え方になります。あくまで僕自身の意見なので、もちろんこの通りにやれとは言いません。育児で悩んでいる方、これからの育児で不安な方に少しでも参考になれば嬉しいです。また、育児経験者の方で自分はこう思うなどのコメントをいただけるととてもありがたいです。情報共有して互いにより良い育児とは何かを追求していけたらいいなと思ってます。これからごまちゃんは自分で歩けるようになって、さらに大変な時期も迎えると思いますが、育としっかり相談しながら対策を講じて一緒に育児をしていきたいと思います。長い時間最後までご視聴いただきありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。よかったら高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。